皆様、本日もよろしくお願いいたします。ということで、まだまだですね、我々2人は駆け出しの YouTuber なんで、ぜひチャンネル登録をして応援していただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは、今日はね、5000系なんだけど、5000系何5000だか分かる？2020年も終わりを迎えまして、そう、はい、2020年もですね、皆様私 YouTube を始めたのは8月から始めさせていただいたんですけれども、8、9、10、11、12で5ヶ月目になりますけれども、本当にですね、皆様に支えられていろんなコメントいただいたりなんかもしてね、何の反応もなかったらさ、俺もなんか励みもないから多分途中でやめちゃってたと思うんだよね。確かに先輩最初の頃こんなコメント来たよってなんか嬉しそうだった。そう途中から自分も一緒にやらせてもらってコメント嬉しいですもんね。そうでしょ嬉しい。でたださ、もちろん知った激励いろいろあるよ、批判もいろいろいただきますと、その辺も真摯に受け止めながらやってきたわけだけれども、やっぱり2020年、8月から始めたとはいえ、俺たちの締めくくりはこの5000なんじゃないかということで、皆様今回はですね、うなった5000ということでやっていきたいと思います。それでは早速いっちゃいますか。1軒目は横浜にあります、吉村屋さんでございます。まあうまいですよね。うなったな。月に1回うなってますよね。そうだな。大体が吉村さんに行くか、杉田屋さん、千葉に行くか、横浜に行くか。俺はあと厚木屋さんっていうのも行っちゃう。そうですね。厚木屋さんもいいですね。でもやっぱり吉村屋さんは今年俺らが食べた中ではうなった一杯に入れたいね。やっぱレベル違いますよね。店のオーラも違うし、もう本当に感じに行ってくださいって感じですよね。そこはもう本当に俺が思うのは、やっぱ家系っていうラーメンジャンルを作られたお店じゃん。やっぱり今家系って巷にはたくさんありますと。たくさんあるんだけれども、その家系ってラーメンとしても成立してないお店があるような気がしている。だけどそこで家系っていろいろあるから、そこで家系を食べて、なんだ家系ラーメンって美味しくないとか、家系ラーメンって私あんまり好きじゃないっていう方とかよく話を聞いて、でも本当にそういう方にこそぜひこの吉村屋さんに行っていただいて、それでも好きじゃないと思ったら家系ラーメンはその方には合わなかったんだなと思うけど、そういう方にこそぜひ家系が私は苦手だった、僕は苦手だったっていう方にも行っていただきたい、そんなラーメン屋さんでございます。おっしゃる通りです。なんか自分も豚骨ラーメン屋の端くれじゃないですか。でやっぱ吉村さんも杉田屋さんも厚木屋さんも行かしてもらうと、なみなみと上まで骨がぎっしり入った寸胴を見て、すげえなってなりますよね。あれ柄替えするだけで大変だと思うよ。柄替えって言って柄を抜いたりしなきゃいけない作業があるんですけども、その作業だけであんだけパンパンに入ってたらめちゃめちゃ大変だよね。半端じゃないですあれ。頭が下がるね、あれはね。でもやっぱああいう苦労があるからこそ、今日の家系総本山としての吉村屋さんの地位があると言っても過言じゃないのかなということで、我々は今年の1軒には吉村屋さんを入れていきたいと思います。それでは2軒目でございます。こちらはですね、まだコロナの前に行ったお店、確か2月頃行かせていただいたんですけれども、佐賀県にあります一元さんでございます。ここもうなったでしょ、カズ。で自分、10月の終わりに先輩たちみんなうまいから、お前食っとけって言っていただけるんで行ったんですよ。たまたまなかった。そう、最低だね。でもね、びっくりしちゃったでしょ。ちょっと失礼な意味じゃないですよ、何にもないところにポツンとあるじゃないですか。で何にもないところにポツンとあるところに大行列してて、でどんなラーメンなのかなって見た目と、で味のギャップが、とにかくね、なんかスープも切れてるしコクがあるし、まあうまいっすよね。うまいよね。うまい。やっぱ福岡から行った？福岡からレンタカーして。誰と？一人。嘘つくなよお前。彼女とできたの？違う。お友達と？どう一人じゃねえじゃん。なんで嘘ついたのお前今。なんで嘘ついた？なんか突っ込まれるかなと思って。お友達と。いやそんなわけねえだろ。そんなわけねえだろ。絶対に使ってる。本当にね。で、
自分行った時はやっぱ海苔と生海苔とあって両方頼んで、しかも奇跡的になんと田中商店丼だったんですよ。おお奇跡的に。でもそれ知らない方いらっしゃるからなんでそんなに丼があるか説明してもらう。熊本大地震の時に丼が全部、そうですそうですよね。そうです。震災があって、はい、その震災の時に一元さんの丼がはい割れちゃったわけよ。で丼がないから営業ができない。でも幸いなことに一元さんガスが使えたからスープは炊けますと、麺も茹でれますと、だけど丼がないっていう状況になっちゃったわけよ。で俺らラーメン屋さんってラーメンの丼を釜で炊いてもらって作るのすごい時間かかる。1ヶ月2ヶ月、その間営業ができないってなっちゃった時に、当時ラーメン協会の理事長だった千葉さんのところに一元さんの内田店主から連絡が行きます、で千葉さんがよし分かったって言って協会員に全部連絡が行ったんです、それでお店で余ってる丼を一元さんに送ろうということで全国のラーメン屋さんが一元さんにラーメン丼を送ったわけ。それで一元さんは営業をなさってた。その名残が今でもあっていろんなラーメン屋さんの丼が一元さんにもあると。いい話ですね。そうやっぱあそこの特徴としてはさ、豚骨スープだけど熱々じゃん。それでさらにあそこは切り置きしないからチャーシュー素晴らしいですよね。切りたてのチャーシューがいい。素晴らしい、で俺はもう一元さん行く時は本村さんとのはしごで行くから。本村さんっていうのはもともと一元さんが修行された先ですから、だから俺はそこと本村さんと一元さん両方必ず行く。俺は福岡からもレンタカーで行くんだよね、いつも行く時は。スープのキレがいいっすよね。いいよね。でさらに引きがあるからね、また食べたくなる。すぐトゥルって全部いっちゃうんですよね、あれ。そうだね。ということで、2軒目は佐賀県にあります一元さんでした。続きまして、3軒目は大阪にあります角屋食堂さんでございます。まあ有名ですよね。食べたことある？自分ねない。この前一緒に出張行ったじゃないですか、で、自分時間の都合で帰らなきゃいけなくて、でその帰ったすぐ後に先輩たち行ったんですよ、角屋さん。お前帰ったんだ。そう。なんでお前帰ったの？なんだったっけな。なんかあったんだ。デートか。なるほど。デートじゃねえから朝から。あ、そうか。朝から子供じゃねえんだからっつって朝一からディズニーランドに並ぶぞっつってそんなわけねえな。そんなわけないと。でもやっぱ、有名ですよね。大阪の人に聞いたら知ってますよね、皆さん。と思うんだけどね。でね、俺実は角屋さんは何回か行ってんだけど、今年行った時が今までで一番美味しかった。スープの状態？状態だと思うんだけど一番美味しかったな。醤油ラーメンなんだけど、スープに厚みもあるし、キレもあるし、コクもあるし、なおかつ引きがあるっていう素晴らしいですね。で自家製麺だと思うんだけど、スープもねこうつるっとして美味しいし、あっという間に並んじゃうからね。そんなに？もう早めに行かないと。でもやっぱり大阪に角屋食堂さんありっていう感じのもう存在感ね。ぜひね、大阪にね、家族でユニバーサル・スタジオに行った時には1回初日はユニバーサル・スタジオ内で食べて、次の日は角屋食堂さん行ってから帰っていただくぐらいのルートを作っていただきたいなっていう、ぜひね行っていただきたい一軒でございます。ということで3軒目は大阪にあります角屋食堂さんです。続きまして、4軒目でございます。もうちょっと終わるからね、カズ。嫌がってないよ。撮影じゃなくて年内が。2020年が。そっちか。何勘違いしてるの。大変。4軒目はですね、銀座にあります共楽さんでございます。ここは俺はもうね長年通わせていただいてるよ。もう今ビル建て直ったけど、その建て直る前から行かせていただいてます。当然でございますよ。ここはラーメン屋やっぱり行かないと。寸胴から生きたスープね、今やっぱ小鍋で温めたりするとこ多いでしょ。でもあそこはやっぱ生きたスープ、ひしゃくがまたスーパー歴史あるひしゃくですよね。そうで親父さんもきちっと白衣着てさ、多分息子さんだと思うんだけど一緒にやられてるのもね、普通に頼むと若干味が薄めだからスープの感じもよくわかるし、薄いの嫌いな方は味濃いめにしてくださいって言えば濃いめにもしてくれる。だけど俺はいつもあそこに行ったらラーメン頼んだんだけど、今年初めてあそこでデビューしたことがありますと。俺も大人になったなと思ったんだけど、初めてたけのこそばを頼んでいました。たけのこそば知らないのお前。それは知らない。お前もう今から言ってお前たけのこそば食べてこいよお前。ですね。ですね。ちょっと食べなきゃダメです。まあ言ってみたらメンマってことよ。メンマラーメン。メンマ美味しいじゃん。確かに。メンマラーメンですよ。
メンマ好きっすもんね。ね、そう俺好きなの。だけど俺がまだ挑戦しきれてないのは生卵のトッピング。あそこの常連さんとかプロフェッショナルになると、はい、生卵をトッピングするんですよ。それなかなかのプロフェッショナルですね。まだね俺はねその域までいけてないちょっとアマチュアだなって自分で。田中の親父ぐらいまでいかないと。田中の親父がね実はね、はいはい、この前インスタグラムに載せたんですよ。生卵を乗せ親父とうとう言ったなと思ってでチャーシューもさしっとりしたもも肉でさやっぱねしっとり炊くっていうところがやっぱりラーメン屋のプロの技だよね。もうね老舗っていうのはやっぱり長く続いてるだけあってものすごく勉強になることが多い。だから行くたびに気づかされる点があるからやっぱりそういう吉村さんもそうだけどやっぱり毎月行きたいよね。行くたんびに新たな発見がある。発見あるわ。確かにあるでしょ。ありますね。どんな発見があるか言ってみて。まず丼の温めとかがしっかりとしてますよね。それ今頃気づいた。いやいや初心に戻らないといけないなっていう意味でそういうことね。そうごめんよく忙しくて丼ちょうだいってセカンドの子に言って来る丼がちょっとぬるいことあるじゃないですか。あるね。でもちろん突き返すじゃないですか。だめってなんかそういうのをちょっと思い出すっていうんですかね。あそうね。そうやっぱそれじゃないと熱々のラーメンは出ないからね。やっぱり丼の温度で味全然違いますよね。全然違いますよ。あと丼の形によっても味わかるしね。丼の厚みによっても味わかるし。そんなにそれくらい設計してるだろお前のラーメンの。全部先輩に作ってもらった。全部先輩に言われた通りに。大したことねえよお前。やめろよ。なんか俺が後輩思いのすごいいい先輩みたいに映っちゃうじゃねえかよ。そんなことないですからね。そんなことあるだろお前。やめろ。ということで、はい、4軒目は銀座にあります共楽さんでした。そして5軒目、荻窪にあります丸長さんでございます。この丸長さんは前回俺が出させていただいた時には、実はつけ麺5選で出した。だけど今回は実はここラーメンも美味しかったから俺は今年うなった5選の中に入れさせていただいたということなんだけど、香り系やっぱりね節の香りはすごいね。抜ける感じ。抜ける感じ。鼻からこうとすするとふーっと出ていくこの感じ、この感じがやっぱり丸長さん素晴らしい。なるほど。で麺も自家製麺だから自家製麺ならではのね打ちたての麺じゃなきゃ出せない小麦の香り、それがねやっぱりすすることに鼻からね小麦の豊かな香りね土を感じるわけ。小麦のそこまで。そうそして節の香りっていうのは、荒々しいさ海と大地を感じながら俺は丸長さんを食べるね。なるほど。で、ここはね年配の店主さんがやってらっしゃって、継承する方がいらっしゃるかどうかはわからないんだけれども、もしいなかったらね、本当に味を継承して長く続けていただける方が今後もいらっしゃればいいなって本当にここは。なるほど。名店を引き継ぐ。そう、その日にね使うからこその小麦の麺の香り、そして食感、俺が初めてつけ麺の神様と言われる山岸さんのラーメンを食べた時のことを思い出すなっていう感じ。なるほど。だからやっぱりね商売が長く続くっていうことには、なんかやっぱり努力してるところがないとやっぱああやって長くは続かないんだなって非常に勉強になる一杯でしたと。いい話ですね。いつもこんな話してないですけどね。さ俺も一応頑張ってるんだよカズ。そんなこと言うなよ。慰めのコメントを先輩にぜひよろしくお願いいたします。でもカズ、2020年ももう終わるから皆様2020年も本当に僕にとってはね YouTube を始める年になりましたけれども、本当に皆さんのですねコメントとか高評価に支えられてこの5ヶ月間やってくることができました。引き続きですねまた2021年もカズとですね一生懸命いい動画を作って皆様にお届けできるように頑張ってまいりますんで、ぜひ2021年度もよろしくお願いしますということで今回は締めくくらせていただこうと思いますんで、本日は2020年に俺がうなったラーメン5選ということでやってまいりました。ぜひですねここまで見ていただいて、よかったなとか行ってみたいなと思う方はコメントですとか高評価の方もよろしくお願いいたします。それでは2020年度もお世話になりましてどうもありがとうございました。よい朝ということで面白かったり参考になったと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。